に嫌だ。안녕하세요. 일본 배우 미카입니다. Hello, this is Mika. I'm a Japanese actor based in Japan. こんにちは。俳優の北村美香です。今日は2025年の2月に、今年の目標をジャーナリングをしながら決めていくっていう動画を撮ったんですけど、その目標に向かってどれぐらい行動できているのかっていうのを、達成度合いを振り返っていく動画を撮っていこうと思います。ちょっとその前に私なんか聞いてほしいことがあって、投稿っていうか文章書けるところがあるじゃないですか。あれを私は多分使い方違うんだけどブログみたいな感じで使ってるのね。そこで好きな映画とか見た映画とかドラマ作品を紹介するページを作ってるんですけど、なんかそしたらこの間あげたさ、自分の好きな作品のジニー&ジョージアのさ画像がさ、サウンドトラックの画像だった。間違った。なんかさ、さっき昨日一昨日気づいてめっちゃ恥ずかしい。自分の好きな作品ですとか言ってあげてさ、紹介をさ、なんていうの、すごい映画について語ってんのにさ、お前が紹介してんのサウンドトラックなんだよっていう、なんかそういうことがちょくちょくあります。どうしたらいいんだろう。完璧主義なのに本当に生きづらい。もういっかみたいな気持ちになってます。だからいっか。だからもうこれからも私は多分そういうミスを YouTube 上でたくさんすると思うんですけど、皆さんなんか気づいたら温かく見守ってくださいっていうお願いでした。はい、じゃあ早速何の話だったの本当。じゃあ次いきます。はい、2025年の目標の振り返り動画なので、2025年に何を達成したいか決めた目標をまず、今一度チェックしていこうと思います。言っていきますね。韓国での活動機会を増やすこと、海外の作品に出演すること、YouTube 頑張ること、ヨガとセルフラブの事業作りをすること、オリジナルの作品を作ること、で好きなことにどんどん挑戦していくことで、ちゃんとゆとりを作ることというのを私の今年の目標にしてました。さっき言った目標の達成度合いを自分で振り返ってみたので、お伝えしていきます。1、韓国での活動機会を増やす 1%。2、海外の作品に出演する 0%。3、YouTube の更新頑張る 70%。で、4、ヨガとセルフラブの事業作り 50%。で、5、オリジナルの作品作り 3%。で、好きに挑戦すること50%。7番、ゆとりを持つこと 60% という達成度合いになりました。で、達成度合いはこんな感じで、できたことできなかったことを振り返っていきます。簡単に。今、他の動画でも言ってる通り、ビザの申請中なので、まだ海外での仕事は今できないと。そうですね、すごい対策、予算があるとかだったら各作品ごとにビザを出してもらえるけど、なかなかそんな機会ずっとないじゃん。私、ビザってもっと早く出ると思ってたんですよ。そしたらめっちゃ時間かかるんですね、ビザ出るの。私が勝手に SNS でフォローしてるダンサーさんはさ、6ヶ月ぐらいかかってたのよ、ビザ出してもらうのに。だから、もしかしたら最悪それぐらいかかるのかもしれないと思い出して、だから活動機会も、私の予定では5月6月ぐらいには韓国に引っ越せるかなって正直うっすら思ってたんですけど、まだ全然できなさそうなので、これは下半期後半での目標にしようかなと思っているところで、海外の作品に出演するも同じ感じです。YouTube の更新は時間とか定期的にというか、ちゃんと日時を決めてできてるわけではないけど、なんとなくやっと編集の仕方とかも覚えてきてできるようになってきたんですけど、なんで日時を決められないかって、まだ動画編集初心者すぎて
データを見てどういう編集にしようっていうのをパッて思いつけないし、なんかやりながらいろいろ調べてやってるんですけど、動画のデータを見て、このぐらいのデータ量だったらこれぐらいの時間で作業できるなっていうのが自分でまだわからないんです。毎回仕上がりの時間が違うんですだからちょっと時間がかかってます。すいません。そういうところがちょっと気になるから 70% にしたけど頑張れてるかなって感じで、今日本のお仕事はそんなに正直積極的にやっていなくて、まずは海外で頑張ろうと思っているんですね。なので日本では自分の、前にも言ったかな、メンタルヘルスケアのためと、あと私すごい緊張しいだったりとか気にし心配性だったりするので、そういうメンタルをコントロールできるようになりたくてヨガのスクールに通ったんですよね。でそれが2024年の10月から今年の3月まで6ヶ月間結構がっつり、ヨガのインストラクターの資格の勉強をしていて、それを頑張ってたんですけど、それは無事、メディカルヨガと RYT200 っていう資格を実技試験は合格することができました。イエーイ。で今一応もう教えることとかは全然できるんですけど、まだ学科試験がオンラインであって、それの勉強をすごいしてるんですけど、筋肉のこれ何？解剖学とかちょっと医学みたいなのとか、あとアロマ心理学とか結構深めに勉強しなきゃいけなくって、毎日ちょっとずつやってるんですけど、それにまだそれでいっぱいいっぱいみたいな感じだから 50%。これからわかんない。どうやってそれを人に伝えていくか、自分が学んだことを人に伝えていくかとか、ちょっとまだ全然想定ができてないんですけど、私はその海外行ったり来たりしなきゃいけないから、対面でのレッスンとか正直難しいなって思ってて、オンラインで何かやっていこうかなって感じで、ちょっと今そのリサーチをしているところです。はい。で、オリジナル作品作りは自分でなんか一人芝居の脚本を作りたい。脚本書けるタイプの人じゃないんだけど、書けるかな？なんかそうなんですけど、ちょっと日頃考えてる日常の生きづらさとか、私は女性をエンパワーメントする作品を作りたいっていう目標が常に軸としてあるので、俳優の活動の軸自体が女性のエンパワーメントだから、私はそういうことをやりたいんですけど、ちょっとアイディアだし、こういう感じがいいなって、こういうテーマでこういうのを使いたい、こういうキーワードは入れたいみたいなのはちょっと考えてはいるんですよ。アイディア出しとかのはしてて、プロットも書いたかも。それだから 3%。でもそこから脚本とかやってないし、具体的に動けてないから、ちょっと調べたいタイプなんです。何をするにしても。だからちょっと本とか読んで、なんでしょう、あるじゃん、いろいろ。脚本の書き方とか、面白い作品、物語みたいな。そういうのちょっと読んでから、あとなんか構図のこととかね、ちょっと勉強してから本格的にやりたいけど、今年中には絶対やります。はい。好きに挑戦は、ミニシアターも韓国で行けたし、そうね、映画もたくさん見れてるし、ドラマ見てるのよ、今。未知のソウルやばいですよ。皆さん見てください。あとは、歌とダンスね。歌とダンスに挑戦しだしたことについても別の動画作りたいなと思ってるんですけど、とにかく、もともと苦手意識うまくできないなって思ってることだけど、好きだから、好きだったら挑戦すればいいじゃんみたいな感じで挑戦してることなんですね。だからそれも今、すごい高頻度でたくさんできてるわけではないですけど、自分のペースに合わせて、挑戦できているから50%。でもこれからまだまだいろいろやりたいことが、本当にやりたいことがいっぱいあるのよ。やりたいことがありすぎて、なんか生きてるうちに全部できるのか心配になっちゃうぐらいやりたいことがたくさんあるんですけど、それをなので 50%、でゆとりを作るは、私がやりたいことがなんせ多すぎて、寝る時間とかを削っちゃうから
そう、私不眠症持ちなんですね。で、寝れない時に無理して寝ようとすると余計に眠れなくなるから、編集をしたりだとか、次の企画を考えちゃったりとか、映画見ちゃったり。映画はいいよね、別に。ストレスにならないもん。だから、そんな感じで過ごしておりますので、だから、それを解消するためにゆとりを持つ。あ、待って、でもゆとり持て始めてる。最近ベーグル作りをしました。料理を作るのが趣味なんですけど、料理を作る時間を確保できてる時は、すごく、自分を大事にする時間持ててるなって気がするので、そこが尺度な気がしますね、私の場合は。余裕がなくなったり、しんどくなったら料理することすらしんどくなっちゃうから、それで言うと最近はちゃんとできてる気がするし、不眠症だけど、ヨガを始めてから寝る方法を身につけたと思うんです。呼吸法なんですけど。だから、それもゆとりにつながってると思います。そういう話もまたちゃんとしたいんですが、一旦今日のその振り返りではこんな感じで、じゃあこれからどうしたいかと、ジャーナリングを通して感じた感想みたいな、今感じていることっていうと、具体的な仕事をたくさんしているわけではないから、なんならパチンコの撮影が終わってから私は俳優としての仕事を全然できてないので、今まで韓国の事務所に入らないとビザが下りないから、そのための活動をずっとやってたから、そうね。だから人から見たらすごく停滞してるように見えると思うし、自分でもなんかこう、止まってる感じがする部分ではあったんですけど、でも、こうやってジャーナリングをしてみたら、ちゃんと挑戦していることはあるし、できるようになっていることもどんどん増えてるし、意外とちゃんと自分の目標に向かって進めているなっていう自分を知れたかなと思います。例えば、韓国の事務所との契約もそうだけど、そうだし、でも今は待ちの時間がすごい長いから、その時間が正直全くなくて、ビザが出てちゃんと韓国に行ってオーディションとかね、受けれるようになりだしたら、もっとちゃんと進んでる感じが自分でも体感できるのかもしれないけど、今正直何も変わらないっていうか、なので余計に止まってる感じがしちゃうんですよね。でも人と比べなくなったし、自分がやりたいことがより明確になって、自分がやりたいこと以外のことで悩まされるストレスがなくなったかなと思うから、これはなんかいいことだなと思います。だから思ってるよりもちゃんと頑張れてる気がします。やっぱり好きの原動力ってめちゃくちゃ大きくて私は多分好きに動かされて何でも頑張れる人だと思うから、憧れの存在とかもそうだし、映画とかドラマに私はすごく救われて生きてきた人間なので、その作品がまず好きっていうことがすごく自分の原動力にもなるし、そういうものを持って、じゃあ自分はどう還元していきたいのか、どうこの業界に恩返ししていきたいのか、人に何を伝えたいのかって考えたら、やっぱり私は自分が日本で女性として生まれて生きてきた中で、すごく生きづらいこととか苦しいことがたくさんあったし、呪いの言葉みたいなのを、これは男女ともにだと思うんですけど、人から何気ない言葉、その人が悪意を持って言った言葉でなかったとしても、それが自分の呪いみたいになって、ずっと胸に突き刺さってて動けないとか、自分にはできないんだって思わされてしまうことって多分誰しもが経験あると思うんですけど、そういう人たちに、自分がこんなに不器用で、こんなに
何もない私が挑戦していく姿をお見せして、まあどうなるかわかんないですよ。これからどうなるかなんかもわかんないけど、まあ、無理だろうってずっと言われてきたから、無理だろうってずっと思われてることに挑戦していく姿を通して、私もやってみようって思ってもらえるようなチャンネルになったらいいなと思って今これを作ってるんだなっていうのを最近より一層強く感じるんですね。だからまあ今年自分の目標としていろいろ行動指針みたいなのもたくさんあるけど、結局私が演技を通しても歌を通してもダンスを通してもなんだろう、映画とか作品とかでお伝えしたいことはそういう一歩を踏み出すことだなって思って取り組んでいます。そういう思いを持って動画を発信してるんですけど、結局、なんて言うんだろう。コメントで私が救われてるっていう。コメント本当にありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。優しいみんな。私の動画を見てくださってる方ってみんなめっちゃ優しいじゃないですか。映画とドラマがすごい好きな方が多いから、いろんな作品の良さを教えてくださるし、一緒にそういう作品のお話できるのも本当に楽しいし、私が伝えたいそのセルフラブみたいなところに関してもすごい共感していただいたりとかして、むしろ私がまた頑張ろうとか思えるから、すごくありがたい場所だなと思って活動をさせてもらってます。はい、なんか泣きそうになってきた。なんだそうなんですよね。だから、はい、何を言っていいか分かんなくなってきたけど、でもとにかく、そうですね。こうやって、頑張ってる姿、頑張るっていうか、まあ楽しく自分のやりたいことに向き合っていく様子を今後もお伝えできるようにやっていきます。企画をいろいろ考えていきますので、ぜひご覧いただけると嬉しいです。はい。では、今日も最後まで動画をご覧いただいてありがとうございました。よかったら、高評価、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。